こんにちは。今日は小学校の先生として働く一日をご紹介します。毎日の仕事や子どもたちとの時間を一緒に見ていきましょう。小学校の先生は教科を教えるだけではありません。毎日の生活を支えながら一人一人の成長を見守り、安心して学べる環境を整えることも大切な役割です。教室は子どもたちが長い時間を過ごす特別な場所です。先生は授業を進めるだけでなく、お互いを尊重できる温かい雰囲気づくりにも力を入れています。朝の静かな教室には、まだ子どもたちの声は聞こえません。先生は窓を開けて空気を入れ替えながら、その日に向けて気持ちを整え、一日を始める準備をします。子どもたちが登校する前に、その日の授業や活動の流れをもう一度確認します。落ち着いて準備を進めることが、安心して授業を行うためには欠かせません。黒板の使い方にも先生は細かく気を配っています。情報を整理して見やすく書くことで子どもたちが内容を理解しやすくなるからです。授業では子どもたちから予想しなかった質問が出ることもあります。先生は答えを教えるだけではなく、自分で考える力を育てられるよう工夫しています。教科書の説明だけでは理解が難しい場合もあります。そのため、身近な出来事や具体例を取り入れながら、内容をよりわかりやすく伝えるよう心がけています。休み時間は子どもたちにとって楽しい時間ですが、安全にも十分注意が必要です。先生は遊んでいる様子を見守りながら、困っている子がいないかも確認しています。理科の実験では、新しい発見を楽しめるよう工夫することが大切です。同時に安全な手順を守りながら活動できるよう細かく見守っています。体育の授業では、運動が得意な子にも苦手な子にも目を配ります。勝敗だけにこだわらず、仲間と協力し、体を動かす喜びを味わえるように支えます。図工では、見本通りに作ることよりも、子どもたち自身の発想を尊重します。作品に込めた思いや工夫を丁寧に聞き、それぞれの個性を認めることが大切です。読書の時間には、静かな教室で、それぞれが好きな本の世界に浸ります。本との出会いを通して、想像力を広げたり、異なる価値観に触れたりしてほしいと思います。テストは、点数をつけるためだけに行うものではありません。どの内容を理解し、どこでつまずいているのかを把握し、今後の指導方法を考える重要な手がかりです。昼休みには、ようやく先生も一息つくことができます。しかし、午後の予定を確認したり、子どもから相談を受けたりして、十分に休めない日も珍しくありません。忙しい仕事の合間に飲む温かいコーヒーは、気持ちを切り替える小さなきっかけになります。わずかな時間でも意識して休み、午後の仕事に備えます。授業が終わったら、子どもたちの反応や理解度を記録します。うまくいかなかった点も率直に振り返り、次の授業をより良くするための改善策を考えます。教育の課題は、一人の先生だけでは解決できないこともあります。
同僚と情報や意見を交換し、多角的な視点から子どもたちへの支援方法を検討します。誰もいなくなった教室の電気を消すと、長い一日が終わったことを実感します。忘れ物や戸締まりを確認し、明日も無事に過ごせるよう、静かに教室を後にします。学校を出ても、先生の仕事が完全に終わるとは限りません。家で答案を確認したり、教材を調べたりしながら、翌日の授業を頭の中で組み立てることもあります。パソコンでは、授業用の資料だけでなく、保護者への連絡文書も作ります。誤解を招かないよう、表現を慎重に選び、必要な情報を簡潔かつ正確に伝えます。長時間、同じ姿勢で作業を続けると、集中力も次第に低下してしまいます。時々立ち上がって体を伸ばし、心身を整えてから、再び仕事に取り掛かります。成績は子どもの将来にも関わるため、慎重に扱わなければなりません。記録や計算に誤りがないかを繰り返し確認し、公平な評価になるよう、細心の注意を払います。保護者との面談では、成績だけでなく、学校での交友関係や生活態度についても伝えます。課題を指摘する際には、本人の良さや成長も具体的に説明します。感情的になっている子どもをすぐに叱っても問題は解決しません。まずは本人が何に傷つき、なぜ腹を立てているのかを聞き、気持ちを言葉にできるよう促します。泣いている子どもを見つけたら、無理に理由を聞き出そうとはしません。そばにいることを伝え、本人が話せる状態になるまで、安心できる距離で静かに寄り添います。水泳の授業では、ほんのわずかな油断が大きな事故につながりかねません。子どもたちの人数と体調を常に確認し、危険な行動を見逃さないよう緊張感を保ちます。運動会では、練習を重ねてきた子どもたちが、それぞれの力を精一杯発揮します。結果にかかわらず、挑戦した姿を認め、自信につながる言葉をかけます。遠足は、教室では得られない知識や経験を身につける貴重な機会です。子どもたちが自分で観察し、疑問を持ち、新たな発見を仲間と共有できるよう支援します。卒業式では、入学した頃よりもたくましくなった子どもたちを送り出します。喜びを感じる一方で、もっとできることがあったのではないかと、自らの指導を振り返ります。帰宅後は、好きな飲み物を味わいながら、張り詰めていた気持ちをゆっくりほどきます。ただし、翌日の予定が気になり、仕事のことを完全には忘れられない日もあります。時間に余裕がある日は、お気に入りの店でラーメンを食べることがあります。仕事とは関係のない楽しみを持つことも、長く働き続けるためには欠かせません。休日には自然の中を歩き、普段は気づかない季節の変化に目を向けます。静かな時間を過ごすことで頭の中を整理し、また子どもたちと向き合う力を蓄えます。先生の仕事には思い通りにいかないことや、すぐに答えが見つからない問題もあります。それでも子どもたちの笑顔や成長に触れるたび、この仕事の意義を実感します。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。
小学校の先生は教科を教えるだけではありません。毎日の生活を支えながら、一人一人の成長を見守り、安心して学べる環境を整えることも大切な役割です。教室は子どもたちが長い時間を過ごす特別な場所です。先生は授業を進めるだけでなく、お互いを尊重できる温かい雰囲気づくりにも力を入れています。朝の静かな教室には、まだ子どもたちの声は聞こえません。先生は窓を開けて空気を入れ替えながら、その日に向けて気持ちを整え、一日を始める準備をします。子どもたちが登校する前に、その日の授業や活動の流れをもう一度確認します。落ち着いて準備を進めることが、安心して授業を行うためには欠かせません。黒板の使い方にも、先生は細かく気を配っています。情報を整理して見やすく書くことで、子どもたちが内容を理解しやすくなるからです。授業では子どもたちから予想しなかった質問が出ることもあります。先生は答えを教えるだけではなく、自分で考える力を育てられるよう工夫しています。教科書の説明だけでは理解が難しい場合もあります。そのため、身近な出来事や具体例を取り入れながら、内容をよりわかりやすく伝えるよう心がけています。休み時間は子どもたちにとって楽しい時間ですが、安全にも十分注意が必要です。先生は遊んでいる様子を見守りながら、困っている子がいないかも確認しています。理科の実験では、新しい発見を楽しめるよう工夫することが大切です。同時に安全な手順を守りながら活動できるよう細かく見守っています。体育の授業では、運動が得意な子にも苦手な子にも目を配ります。勝敗だけにこだわらず、仲間と協力し、体を動かす喜びを味わえるように支えます。図工では、見本通りに作ることよりも、子どもたち自身の発想を尊重します。作品に込めた思いや工夫を丁寧に聞き、それぞれの個性を認めることが大切です。読書の時間には、静かな教室で、それぞれが好きな本の世界に浸ります。本との出会いを通して、想像力を広げたり、異なる価値観に触れたりしてほしいと思います。テストは、点数をつけるためだけに行うものではありません。どの内容を理解し、どこでつまずいているのかを把握し、今後の指導方法を考える重要な手がかりです。昼休みには、ようやく先生も一息つくことができます。しかし、午後の予定を確認したり、子どもから相談を受けたりして、十分に休めない日も珍しくありません。忙しい仕事の合間に飲む温かいコーヒーは、気持ちを切り替える小さなきっかけになります。わずかな時間でも意識して休み、午後の仕事に備えます。授業が終わったら、子どもたちの反応や理解度を記録します。うまくいかなかった点も率直に振り返り、次の授業をより良くするための改善策を考えます。教育の課題は、一人の先生だけでは解決できないこともあります。同僚と情報や意見を交換し、多角的な視点から子どもたちへの支援方法を検討します。誰もいなくなった教室の電気を消すと、長い一日が終わったことを実感します。
忘れ物や戸締まりを確認し、明日も無事に過ごせるよう、静かに教室を後にします。学校を出ても、先生の仕事が完全に終わるとは限りません。家で答案を確認したり、教材を調べたりしながら、翌日の授業を頭の中で組み立てることもあります。パソコンでは、授業用の資料だけでなく、保護者への連絡文書も作ります。誤解を招かないよう、表現を慎重に選び、必要な情報を簡潔かつ正確に伝えます。長時間、同じ姿勢で作業を続けると、集中力も次第に低下してしまいます。時々立ち上がって体を伸ばし、心身を整えてから、再び仕事に取り掛かります。成績は子供の将来にも関わるため、慎重に扱わなければなりません。記録や計算に誤りがないかを繰り返し確認し、公平な評価になるよう、細心の注意を払います。保護者との面談では、成績だけでなく、学校での交友関係や生活態度についても伝えます。課題を指摘する際には、本人の良さや成長も具体的に説明します。感情的になっている子供をすぐに叱っても問題は解決しません。まずは本人が何に傷つき、なぜ腹を立てているのかを聞き、気持ちを言葉にできるよう促します。泣いている子供を見つけたら、無理に理由を聞き出そうとはしません。そばにいることを伝え、本人が話せる状態になるまで、安心できる距離で静かに寄り添います。水泳の授業では、ほんのわずかな油断が大きな事故につながりかねません。子どもたちの人数と体調を常に確認し、危険な行動を見逃さないよう緊張感を保ちます。運動会では、練習を重ねてきた子どもたちが、それぞれの力を精一杯発揮します。結果にかかわらず、挑戦した姿を認め、自信につながる言葉をかけます。遠足は、教室では得られない知識や経験を身につける貴重な機会です。子どもたちが自分で観察し、疑問を持ち、新たな発見を仲間と共有できるよう支援します。卒業式では、入学した頃よりもたくましくなった子どもたちを送り出します。喜びを感じる一方で、もっとできることがあったのではないかと、自らの指導を振り返ります。帰宅後は、好きな飲み物を味わいながら、張り詰めていた気持ちをゆっくりほどきます。ただし、翌日の予定が気になり、仕事のことを完全には忘れられない日もあります。時間に余裕がある日は、お気に入りの店でラーメンを食べることがあります。仕事とは関係のない楽しみを持つことも、長く働き続けるためには欠かせません。休日には自然の中を歩き、普段は気づかない季節の変化に目を向けます。静かな時間を過ごすことで頭の中を整理し、また子どもたちと向き合う力を蓄えます。先生の仕事には思い通りにいかないことやすぐに答えが見つからない問題もあります。それでも子どもたちの笑顔や成長に触れるたび、この仕事の意義を実感します。